今まで少しずつ開発を進めてきたグランプリマシン。これまでにビクトリーズのマシンを4台作り、残すはネオトライダガーだけとなった。マシンとしては順当に進化しているのだけど、せっかくならみんなでレースがしたい。なんなら大会とか開きたい。さらに妄想を加速させると、いつかアニメのような大規模な大会を開催してみたい。決勝戦は伊豆大島だ、的なやつ。しかしそのためには乗り越えなければならない壁がある。それは、量産。グランプリマシンは 3D プリンターを使ってはいるものの、ほぼワンオフのハンドメイドなのでたくさん作るのは難しい。しかしこれを克服しないと大会を開く野望は達成できない。ので、今回はグランプリマシンを量産仕様にアップデート。野望達成の第一歩として、ニコニコ超会議2025で体験走行とテスト販売を行う。これを目標にしてみる。ニコニコ超会議では動画投稿者がブースを構えて、ユーザーと交流したり展示や販売などができるのだ。私はホビーアニメに憧れたイカれたメンバーと共に、ホビーアニメ再現部として出展予定。さて、量産しようと言ってみたものの、作るのはせいぜい10から20台程度。大掛かりな機材を導入したり外部に発注などは難しいので、手持ちの機材と 3D プリンター製のジグを多用する、という作戦で行ってみる。つまりあくまで手作りの範囲でのアップデートで、目指すのは、再現性の高いハンドメイド。というわけで作業を開始する。まずはプロペラシャフト。グランプリマシンは駆動のレイアウト上、プロペラシャフトにギアを1個追加している。これまでは気合で軸を合わせて、ハンダゴテで溶かしてギアを接着していたけど、このやり方は再現性に欠けるので、ジグにギアをセットし、ドリルで穴を拡張する。中空プロペラシャフトのギアを抜いて、滑り止めの傷をつける。メタルロックをよく混ぜて、プロペラシャフトの軸に塗布し、先ほどのギアを挿入。ハンマーで圧入すれば、ブレが少ない一体ギアとなる。これに 4mm のボールベアリングを2個入れて、反対側のピニオンを元に戻せば、プロペラシャフトの完成。フルベアリング化にも対応したぞ。次は六角シャフト。左右で駆動が分かれているので、端に抜け止めの E リングを取り付けている。今までは全集中のユーターで溝を掘っていたけど、集中力が持たないので、こんな感じのジグで加工する方式にした。綺麗に加工できるし溝の位置がずれにくくなった。短いの2本と長いの2本、合計4本で1台分。続いてモーターマウント。今までは基板類と一体になっていたけど、メンテナンスや拡張性を考慮すると、以前作ったラジ4駆互換マシンのようにソケット式にして、色々なユニットを装着できるようにしたい。ので、ミニ4駆のスイッチ金具を、ハンマーで叩きまっすぐにする。伸ばした金具を、ユニバーサルカッターで半分に切断。本来プラ板などを切る道具なので良くない使い方。そしたらこのジグに金具をセットし、形を整える。今度はこのジグに金具を並べて、テープをペタリ。金具ごと剥がして、ソケットに貼り付け、足と金具をハンダ付けし、テープを剥がす。これなら位置がずれにくい。そしたら金具一体型ソケットを、モーターホルダーに差し込む。電池側の金具は、出っ張った部分をカット。切り取った部分をスイッチとして有用することで、ミニ四駆1台分の金具をほぼ余すことなく使うことができる。金具に予備ハンダをして、モーターホルダーにセットし、ソケットの足にハンダ付けすれば、ソケットと金具付きモーターホルダーユニットの完成。ハンダゴテが暖かいのでそのまま基板配線行ってみよう。使うのはいつものモータードライバと小圧回路。まずは軽く下ごしらえ。モータードライバのスルーホールをそのまま利用し、ピンヘッダーを立てる作戦。その上に小圧回路を乗せて、その他もろもろハンダ付け。IC の熱的に良くない配置だけど、ボディとの干渉を避けるためにコンパクトさを優先した。さらに基板を低く搭載するために、ピンヘッダのスペーサーを外しておく。モーターホルダーに、M5 スタンプピコというマイコンボードをネジ止めし、ソケットに先ほどのモータードライバーを差し込む。信号線などを気合でハンダ付け。撮影しながらの作業は難しいな。カメラなしならもう少しうまく配線できそう。マイコンボードにカバーをかぶせて、ステッカーをペタリ。技的警察が来ても安心ですね。
最後にミニモーターを左右に装着すれば、モーターマウントと制御基板の完成。ちなみにこのモーター、付属ピニオンの穴径が小さいので、そのままだとうまく装着できない。ここもジグ&ドリルで穴径を調整した。これで具材が揃ったので、次はシャーシの設計、なのだけど、細かく紹介すると2時間ドキュメンタリーになってしまうので、ごっそりカットしまして。3D データ完成。シャーシから生えている丸い板は、反り防止の形状。3D プリンターで出力中。パーツが揃ったので一気に組み立てる。これに電池を搭載すれば、グランプリマシン量産1号機、完成だ。もろもろの精度は上がったけど、組み立て労力的にはまだまだ改善が必要だな。特に基板のハンダ付けが難所だったので、一体型の基板にできたらかなり効率が上がりそう。そういえば去年末くらいに PCB サービスで有名な、PCB ウェイからお誘いが来ていた。しかし私は基板設計の経験も知識もないの。ダミープラグならワンチャンあるのでラジオンク互換シャーシを開発した際に作ったダミープラグ。電池とモーターを直結して、ミニ四駆的に走らせることができる部品で、配線のみの超シンプルなものなので、基板設計の知識がなくても作れそう。ただし PCB ウェイネキのお誘いはもちろん、基板製作サービスの紹介、という意味なので、超シンプルな基板でも良いのか聞いてみた。さすがウェイネキ話がわかる。というわけで基板設計を開始する。先生曰く設計ソフトはキケドがおすすめらしい。ウェイネキも良い選択だと言っている。細かく解説するとこれまた2時間ドキュメンタリーなので、すごくざっくり言うと、回路図エディターで回路図を作り、PCB エディターで配線を書いて、データを PCB ウェイのサイトにアップロード、という流れ。まずは回路図、ピンヘッダと配線だけなので簡単なのだけど、ちょいちょいわからん用語が出てくるので、AI に聞きながら設計してみた。PCB エディターもなんとか完成。信号線ではなくそこそこ電流が流れるので、なるべく太くしておいた。3D ビューアーを発見したので確認してみる。完成イメージが湧いてテンション上がるな。ウェイネキが言っていたプラグインのアイコンを、ポチッとな。とりあえず日本語にして。自動で見積もりとプレビューが出てきた。色々設定があるみたいだけど、見た目重視で基板の色を黒にするのと、安全そうな無塩ハンダレベラーを選択。24時間で製造という凄そうなオプションがあったので、迷わず選択。どれくらいで届くのか試してみよう。それと部品を組み立ててくれるサービスもカートに追加。ピンヘッダー1個で使うサービスではないけど、日程など含めてどんなもんか試してみる。しばらくするとデータの確認完了メールが来る。問題なければ注文。次の日に生産追跡ページを見てみると、本当に24時間以内に製造完了している。数日後。注文から到着までのタイムは、3日と16時間4分。オーダーメイドかつ海外製造とは思えない速さ。できた基板はこんな感じ。黒くてかっこいいじゃないか。ミシン目の外し方がわからないので、パワーで解決し、単面をヤスリがけ、ピンヘッダーをハンダ付け、飛び出たピンをカットし、これまたスペーサーを撤去。最後に単面を黒く塗れば、ダミープラグ完成。マシンから基板を外して、ダミープラグに換装。これで電源直結で走れるようになる。スイッチオン。あれ？遅い。設計ミスか？と思ったら、電池が空でした。一応動いてはいたので、新しい電池に交換すれば解決するはず。改めてスイッチオン。今度は元気に動いている。これにローラーとボディをつけて、JCJC でシェイクダウン行ってみよう。スイッチオン。ゴー。よし。ちゃんと走っている。ギア比が 7.5 対1なので速度は控えめ。ただこれは速度を追い求めるマシンではないので、むしろこれくらいがちょうど良い。と言いつつタイムは 12.31 秒。JCJC の走行とタイム計測はセットみたいなところあるので、ついつい編集でタイムを表示してしまう。ちなみにアッセンブリーの方のタイムは、
14日と17時間17分。部品が取り付け済みなのでより厳重に梱包されている。中身はこんな感じで、最初からピンヘッダがハンダ付けされている。それとウェイネキからプレゼントをいただいたので見てみよう。これは基板のサンプルかな？めちゃくちゃ細かいパターンも作れるみたい。オレンジクラウンが巨大に見える。これは 3D プリントサービスの見本。透明感がすごい。これは、ペンで砂を、勢いでモータードライバーの基板も設計してみたけど、超会議までに試作して確認、修正、量産、というのは難しそうなので、こちらは超会議後に改めて挑戦しようと思う。というわけでマイコンにプログラムを書き込むのだけど、ここであることに気がついた。コントローラーはどうするの？今まではプレステ3のコントローラーを使っていたけど、ペアリング方法が複雑な上に入手性が悪い。困ったなと思って色々調べていたら、興味深いサイトにたどり着いた。それがこちらの、ブルーパッド32である。このライブラリを使うと、色々なゲームのコントローラーとマイコンを、簡単にペアリングできてしまうらしい。対応コントローラーを見てみると、有名なゲームはほぼ網羅しているし、Wii リモコンやバランスボード、挙句の果てに Amazon Fire TV のリモコンらしきものまで。これはグランプリマシンにぴったりだ、と思ったのだけど一つ問題があって、ブルーパッド32は通信の根幹部分に、BT スタックというソフトウェアが使われていて、商用利用するにはライセンスが必要なのだ。というわけで BT スタックのライセンスを得るべく、スイスのブルーキッチン社に連絡を入れてみたところ、なんとニコニコ超会議で販売するマシンに関しては、条件付きでライセンス取得を免除してくれた。ブルーパッド32は非商用利用は無料なので、電子工作やプログラミングが好きな方はぜひ使ってみてほしい。というわけでプログラムをアップデート。以前作ったスピンコブラのプログラムをベースに、ブルーパッド32に対応させた。他にも細かいアップデートをしたので後ほど紹介する。プログラム書き込み中。本当に色々な機種で操縦可能か確かめるために、家にあるコントローラーに加えて、Amazon の奥地からも何個か取り寄せた。いざテストを、と思ったら、1台技的なしのやつがいたので排除。残りのメンバーでテスト行ってみよう。先にマシンのスイッチを入れておく。スイッチオン。まずは PS4 のコントローラー。シェアボタンと PS ボタン長押しでペアリング。ペアリング完了。ゴー。おー。動いた。ちゃんと操縦できているぞ。次はプロコン。ではなくて互換機。果たしてサードパーティーのコントローラーでもいけるのか。Y ボタンとホームボタン長押しでペアリング。あれ？サードパーティー製はだお、繋がった。ゴー。特に問題なく操縦できている。続いて8ビットブーのコントローラー。これは完全に見た目で選んだ一品。ペアリングボタンポチッとな。繋がった。ゴー。これも問題なし。さっきのコントローラーより操縦しやすい気がする。最後にジョイコン。仕様的にはサポートされているけど果たして。ペアリングボタンポチ。繋がった。ゴー。あれ？動かない。まあそもそもジョイスティックが1本しかないので無理。1本で良いのでは？スティックの上下で出力を、左右で出力のバランスを変えればいけるはず。というわけでプログラムをアップデート。ジョイコンの時だけ違う制御方式になるようにした。簡単にできるかと思ったけど、このアップデートが地味に大変だった。ジョイコンテスト行ってみよう。ペアリング長押し。ゴー。よし。スティック1本でも操縦できるぞ。左右2本の時より癖が強いけど、片手で操作できるので、マシンと並走する際に重宝しそう。なお、並走する際にはストラップをつけよう。ちなみに今まで遠隔で切り替えていた走行パラメータは、マイコンのボタンで切り替えるようにした。レース中にマシンの特性が変わるのは避けたいので。なお、
パラメータ設定は不揮発性メモリに保存されるので、スイッチを入れるたびにボディを外す必要はないぞ。これでマシンもプログラムもほぼ完成なのだけど、この後開発者がやるべきことといえば、近所の子供にマシンを渡す。というわけでサスケ氏にマシンを託してみた。2号機が完成した頃に、サスケ氏がボディとタイヤを付けた状態にしてきたので、2台で走行会を開催することに。このコースで3周勝負行ってみよう。ゴー。マシンのパラメータはアニメに準じて、マグナムが直線重視、ソニックがコーナリング重視、という設定にしてある。まだお互いに操縦に慣れていないので、ライン取りが雑。マグナムはコーナリングで減速してしまうけど、ストレートの伸びでリードしている感じ。最終ラップ。ソニックは最高速が伸びないけど、コーナリングで差を詰めている。しかし追いつくことができずにマグナム勝利。次はテクニカルコース。ゴー。マグナムが良いスタートを見せたけど、曲がりにくいのでコーナーのライン取りが難しい。あっという間に逆転しソニックがリード。マグナムはストレートで追い上げるけど追いつかない。ここでマグナムが小回りを諦め、あえて減速せずに大回りを選択。壁を使って曲がれば良いという、ある意味原点回帰的な走り。最終ラップ。依然ソニックが大きくリードしている。マグナムはまたしても壁を使うも差は縮まらず。大きく差をつけてソニックが勝利。やはりテクニカルコースではコーナリング速度が重要。サスケ氏が何か思いついたらしいのでもう一戦。ゴー。なんだと？バックで切り返しだと？確かに大回りするよりも素早く向きを変えることができる。レース中にバックするのは突っ込みどころ満載だけど、常識破りの方法で弱点を克服する、という意味では、マグナムを狩る者としての解像度が高い走り方かもしれない。まさかのマグナム優勢で最終ラップ。こんなのは計算外だぜ。連続コーナーで追いつきたいけど追いつけない。最終コーナーも逃げ切りそのままマグナム勝利。その後は、ポルシェ、カレラカップしたり、ガチンコレースしたり、オコナードライビングスクールしたりと、1時間くらい走らせました。マシンは汚れたけど破損などはなかったので、あとは販売に向けて準備を、と思って今更ながら販売について AI に相談したところ、いくつか注意点が出てきたので確認してみる。まずは国のレギュレーションに関して、1は乾電池が電源なので対象外。2は技的認可のモジュールを使っているので OK。3はシンプルに注意書きを作ろう。イベントの規約も OK なのだけど、価格設定は、難しい。開発費を考慮するとお話にならないので、超会議までにじっくり考えてみようと思う。目標の価格帯としては、原価主義的には高いけどハンドメイドにしては安い。的なところを狙いたい。それと体験走行について、完全無料も考えたけど、万が一列が発生すると困るので、500円のチケット式にして、内容はこんな感じにしようと思っている。そしてマシンとコースが空いている時は、無料で走らせられるようにしたい。持参ボディについては、なるべく多くのボディに合わせた設計にしているけど、車種によってはうまく装着できないかも。それとこの手の運用は初めてなので、スムーズにいかなかったり急遽やり方を変更するかもなので、そのあたりはご容赦いただけるとありがたい。なお、26日はマグロダカツオ市のフリーレーンでの走行。27日はアイアムマン市の巨大スタジアム跡地に、専用サーキットを作る予定。ちなみに体験走行のマシン用に、NSK ベアリングを支給していただいた。これは去年の超ニコ4区の NSK 賞の副賞なのだけど、イレギュラーな使い方なので石井社長に相談したら、OK してくれました。なお、販売用のマシンに使っている NSK ベアリングは、ちゃんと購入したものなのでご心配なく。というわけであとはひたすらマシンを作るのだけど、移動日を考慮すると超会議まで約10日。果たして何台作れるのか。ブースの配置やマシンの値段などは Twitter で告知するので、興味がある方は概要欄のリンクを参照してください。おまけ。押し入れの中からこんなものが発掘された。これで操縦できたら夢が広がるぞ。ベアリング長押し。
繋がった。あれ？動かない。けどペアリング自体はできたので、いつかこれと小型カメラを使って、ばあちゃんシミュレートをマシンごっこしたい。